セールスフォースで承認申請出して、トイレ帰ってきたら承認終わってましたもん。ギネスに乗ると思いますよ。ボタンポチッと押したら、行ったら素敵だよなって思って、その機能を作りました。こんにちは。株式会社フライクの大滝と新堀と浅沼です。セールスソース入れてる企業さん多いと思います。ただ、業務の中に溶け込んでるかっていうと、どう思いますか？溶け込んでないと思います。溶け込んでなかったらどうなりますか？うまく業務が回らない。確かに。なので、私たちフライクでは、今日、セールソース、ドキュサイン、ボックス、フリー会計を導入している企業さんで、業務に綺麗にシステムが溶け込んでない人向けにしっかりとお話をしていきたいなっていうふうに思ってます。なので今日は IT ツールを提供しているわけでもないし、システムの開発を提供しているわけではない私たちフライクの使い方だったりっていうのを業務フローからしっかり説明した上で、このタイミングでこの IT ツール使ってるっていうのを今日は説明をしていこうと思ってます。今日はですね、業務フローをヒアリングするの超プロフェッショナルな方をお呼びしていると思うんですけど、新堀さん、はい、誰だと思いますか？浅沼ですか？浅沼ですかね。誰と思いますか？俺だはい、お呼ばれしました。はい、新堀です。今日はですね、業務フローからしっかりとお話をしていきたいなっていうふうに思っておりますので、ぜひフライクの導入事例と業務フローから紐解いていくシステムをどういうふうにワークさせてるかみたいなところをお話をいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました株式会社フライクの新堀と申します。はい、ということで、業務フローの鬼新堀から今日はフライクの事例ということで4つお話をさせていただこうかなと思います。まず1つ目が見積書を作って承認するところまでの流れっていうところですね。そして2つ目、見積書が承認されたらそれを注文書に変えてお客様に契約締結をお願いする、行っていくっていうところ。3つ目ですね。それが納品された時にはしっかりと請求書をお出ししたりとか、メールを送付したりとか、あと売掛金を登録していくっていうところの管理の部分。そして最後、その登録した売掛金に対して入金が行われて消し込みをしていくよっていうところ、この4つの業務改善ポイントっていうところを具体的なフローとどういうふうにやってるよみたいなところを交えながら今日は解説していこうかなと思っております。もしフライクに調査してほしい IT ツールやこういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたらコメントしてください。はい。そしたら今4つお話ししたところを、業務フローの、サンプルの図を元にご説明していこうかなっていうふうに思います。で、まずこの見方なんですけど、ここの一番左の軸が登場人物ですね。人であったりとかシステムであったりとかで、右に行くにつれて業務が流れていくっていう見方で見ていただければなと思います。まずは見積もり一番最初始まるポイントとしては、お客さんが見積もりちょうだいっていうところから始まると思うので、顧客から見積もり依頼があって、そこから見積もりを作っていきますっていうところの工程ですね。で、我々は商談管理をセールスフォースでしているので、紐付けて管理したいですよね。これを別の Excel でやっちゃうと、この商談に対する見積もりってなんだっけってなっちゃうので、改善ポイントその1ですね。セールスフォースの商談と紐付ける形で見積もりをしっかりと作っていくっていうところがまず1つ目、実現したポイントになります。そしてその後ですね、セールスフォースで見積もりを作った後っていうのは、担当の権限で勝手に出すわけにはいかないので、必ず上長の承認が入りますよねってところで承認ワークフローですね。ここもせっかくセールスソースで商談管理して見積もりを作ってるのであれば、セールスソースの中で完結させたいなっていうふうに思って、セールスソースの中で承認フローを回すっていうところを実現しております。その承認が来ましたとか、却下されましたとか、承認されましたみたいなところ、承認する側からすると通知が来ないってすっごい不便じゃないですか。なので、我々チャットツールでスラックを使ってるので、そのいろんなタイミングですね、申請されましたよ、承認されましたよ、却下されましたよ、取り下げされましたよ、みたいないろんなポイントのタイミングをスラックの方で通知をしているっていった形で行っております。で、実際スラックの方で通知が来ると、担当の方でポチってスラックのリンクを押すと見積もりの画面に飛んでくるので、そこでもう一回見積書を確認して、承認降りたな、大丈夫だったなっていうところを確認した上で、最後お客様に送る
っていうところの流れを取るんですけど、ここも添付とかしたくないですよね。見積書。添付したくないですし、ちゃんと管理したいので、ボックスに連携したいなっていうふうに思ったんですね。なので、ただ、じゃあボックスに連携するときにダウンロードして自分で名前をつけてお客さんのフォルダに格納するって、これもめんどくさいので、ここをなんかどうにか一括でできないかと思ったシンボリ君は、ボタンポチッと押したら、行ったら素敵だよなって思って、その機能を作りました。なので、シンボリさんが作ったんですか？私が作りました。見積もり画面で承認が降りたらワンクリックすることによってボックスに見積もり書が入っていって、その URL、共有お客さんでも見れる URL が入ってくるので、それをメールで最後送付してお客さんがそれを見るっていう流れを作ったっていうところが、まず一つ目の見積もり作成から承認、そして送付するところまでの動きっていう形になっております。これができたことによって我々の業務はどう変わったか。みたいなところのポイントが3つあるので、これをお話ししていくと、まず1つ目は、承認の申請から承認っていうところがリアルタイムに完結されるようになりました。セールスソースで作って、ポチッと押したらスラックが飛ぶので、それを見た情緒を見て、はい、OK ってやったらもう終わっちゃってるっていう、もう世界最速の承認申請っていうのが。そうですね、ギネスに乗ると思いますよ。だからこの前、セールスフォースで承認申請出して、スラックで承認のね、通知飛ばして、トイレ帰ってきたら承認終わってましたもん。うわー、素敵ですね。そう、2段階。マネージャー承認と社長承認、ここまで終わってたんですよ。早すぎやろと思いました。ノールックかもよ。可能性もあるのかな。でもね、承認依頼したからすると、はい、ちゃんと誰が承認したって分かるから、別にノールックだろうから責任を取ってくれますもんね。うん。もうそこは担保されるんで、ちゃんと残っていくんですね。そして、やっぱその承認されたっていうエビデンスですよね。っていうのを、まあ、ちゃんと残したいっていうところもありますし、承認って昭和で考えると、見積もりしてできましたガンじゃないですか。なので、これを実現してます。セールスソースの承認フローに連携して、承認が降りたら PDF に社員がつく。っていう形で、二つ目、承認申請と連携した押印っていうところも実現しております。そして最後、この後やっぱりすごくめんどくさかったんですよね。そこまで行っても、それをボックスに上げて、URL 取って送るっていうところがすごくめんどくさかったので、考えました、シンボリ君。ボタンポチって押したらボックスに飛んでいって、ピューンって帰ってきて、その URL をもうお客さんに送るだけっていうところで、この格納から送付っていうところまでしっかりとこう、できるような。商談にその共有 URL をまたコピーするのめんどくさくないですか？その通りなんです。その共有 URL まで商談に返ってきます。というところでございます。そして今ちょっとボックスの話をしたんですけど、ボックスで一元化してファイルの管理をしてます。ただこれを自由に従業員にやらせるとどうでしょうか？我々のルールとしては、会社のフォルダ、お客様のフォルダがあって、そこの中に各フォルダで、例えば契約書とか、見積書とか、請求書みたいな形で階層化して管理をしたいんですけど、これを口頭で、じゃあこういう管理をお願いしますって言われた浅沼さん、管理できますか？できないかもしれないです。そうですよね。ですし、間違えますよね。それ避けたかったんですね。気持ち悪いので。なので、考えました。ひな形をセールスフォースの取引先と連携して作れないか。これも画期的です。取引先作ります。ボタンポチッとします。すると、もう資料にある通りですね。顧客フォルダの中に決められたファイルが、ブワーッとフォルダができ、もうあとは、そのフォルダに従って入れていくだけ。さらにその入れる作業も間違えますよね。なので、セールスソースから見積書連携することで見積もりフォルダに入ってくるので、もうこれも間違いない。私が作りました。自分で言ってしまった。聞いてよかったね。というところが、見積もり作成から承認、そして見積書の管理、最後お客さんに提出するっていうところの流れっていうところを説明させていただきました。そしたら次行きますね。見積書お客さんに送って、いいよ、これで行こう。ってお客さんが言ってくれました。この後、フライクで何をしてるかっていうと、契約行為をしないといけないので、注文書をお客様からもらうっていうところの業務が出てきます。で、ここでまた業務フローズっていうところで、我々がどういう風にしてるかっていうところを簡単にお話しさせていただくと、まずお客様から内諾っていう形でもらった後に注文書を作ります。そしてこの注文書って、考えていただくと分かりやすいんですけど、株式会社ペケペケ大滝なんとか様、金額いくらで、こっち株式会社フライク押印、これが逆になってるだけっていうのが注文書なので考えました。見積もりのデータから注文書が作れるんじゃねえかと。イコールだよなと。なので、見積もりのデータのとこに注文書ボタンがあって、これポチッと押すと、また見れるっていうところですね。そして見れるだけじゃない。見積もり書がボックスに連携してるってことは同じですね。実際に注文書もボタンポチッと押すと、お客様のフォルダの注文書ファイルの中にフォルダの中に自動的に注文書が入る。そしてその URL が返ってくる。っ
っていうところの仕組みっていうのが出来上がっております。ここまでは見積もりと同じなんですけど、見積もり書は送りっぱなしですけど、注文書はお客さんに印鑑をもらわないといけないので、ここでドキュサインを使っております。で、ドキュサインはボックスと連携をしておりまして、実際セールスフォースに URL が返ってくるので、そこポチって押すとボックスが立ち上がる。で、そこからドキュサインと連携して、お客様に最終的に送付をドキュサイン側でしていくっていうところを実現しております。そしてお客様からの承認が終わると、最終的にスラックの方でまた通知が返ってくるので、契約おめでとうっていうこの社内の素敵なやり取りが行われ、最終的に締結完了っていうところと、あとはセールスフォースの方でしっかり契約のレコードを管理していくっていうところの仕組みっていうのを実現しております。っていう仕組みが出来上がってます。で、これポイントなんですけど、どういうことができるようになったと思いますか？これをすることによって。多分契約書の書類がスムーズに完結するだと思います。もうおっしゃる通りなんですよ。いいとこ言っていただきました。注文書を作って送付、そして印鑑をもらうっていうところまでがもうサーンといく。スーンじゃなくて、サーンですね。サーンです。といくっていうところがもうすごく楽ですね。そしてその後、これ何が起きたと思いますか？イノベーションですよ、これは。はい、電子契約後の、締結後の作業っていうところが完全に自動化されました。どういうことかっていうと、契約終わったから終わりじゃないんですよね。商談管理をしている以上、ちゃんと受注になりました、契約終わりました、契約期間いつからいつです、みたいなところとか、この注文書で締結しました、みたいなボックス化の URL とみたいなところも管理しないといけないんですけど、ここを全部自動化して格納されるような仕組みにしたことによって、お客さんがサインが終わればセールスフォース側のデータも契約終わったよっていう形でしっかりと管理ができるっていうところで、作業効率化っていうところを大幅に向上ができまして、担当者の負担が軽減されるだけではなくてですね、人がやらないので間違えない、確実に正確な情報で業務の遂行ができるっていう状況が出来上がりましたと。そして次ですね、ちょっと飛びますけど、今回最強の業務効率化というところで、我々システムとかコンサルティング納品してますけど、納品し終わった後ですね、請求書をお出ししてお金を頂戴するっていうところの流れを次ご説明していきます。で、ここも業務設計の鬼、新森は考えましたとさ、請求書って結果見積もりと一緒じゃねっていう、もちろんスパンは違いますよ。スパンは違いますけど、我々のビジネス100万円でお見積もり出している以上も100万円のご契約になるので一緒じゃねえかと業務設計の鬼シンボリは考えました。なのでさっきご説明した見積もりのデータから商談が受注になったタイミングで、見積もり上でどういう分割をするかっていうところを入れておくことによって自動的に請求書が出来上がるっていうところの仕組みっていうのを作りました。それが業務フローのこの部分ですね。見積もり作った後に請求のスパンを入力して商談が受注したら請求でレコードが出来上がるっていうところですね。この後はセールスフォース先ほど帳票の話で納品書研修書を出してるってところがありましたけど、見積もり書、注文書と同じようにセールスフォースから帳票出力してお客様にお送りして押印をいただくっていう流れを動かしております。そして請求書ですね。請求書も経理が送ると思うんですけど、これ納品したの？本当に請求書送っていいの？って経理からするとやっぱりわからない。ただ営業とかプロジェクトを動かしてるメンバーが教えてくれないとまたこれコミュニケーションでバチバチの関係になってしまうので、そこをもうセールスフォースの中で確認 OK とかセールスフォース出していいよ、請求書出していいよっていう形にすることによって経理は安心して請求書を出せるっていうところの仕組みを作っております。そしてまたその請求書ですね。これをまた一枚一枚ダウンロードしてメールで送る。これきついですよね。ここで業務設計の鬼シンボリは考えました。これ一括でできたら楽じゃねえかと実現しました。請求の一覧がポチ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 ってやって、ボックス書くのってやったらもうボックスにスコーン請求書送付ってやったらもう一括で送付、そして最後フリー会計に登録されるっていう流れを作ってしまいました。ということで、これを実現したことによって、またこれも3つ、改善できたポイントっていうのがあります。何でしょうか？スピード。スピード。いいですね。ただ今回の資料にはない。でも、それもそうですね。間違わない。間違わない。そうですね。もう絶対間違わないですね。これもないですね。でも正解です。ヒントください、ヒント。ヒント。キャッシュフロー。売掛金が請求したらすぐに反映されるので、キャッシュフローが見やすい。正解としましょう。見積もりを作った時に、もう分割を入力してるので、また受注なくても大体予測としてこのくらいで立つんだろうなっていうのがわかるっていうところと、今大竹くんが言ったように、早いのでわかる。っ
っていうところありますね。完璧でございます。そして私さっき言っちゃいましたね。2つ目の答え。営業とバックオフィスのバチバチ。なくなりますよね。セールスソース上でコミュニケーションはできてないですけど、データ上で請求していいよ。OK、ありがとう。送っとくねっていう流れができてるので、バチバチがなくなる。営業が研修したよっていうところをキーに、経理は請求できるってことですよね。そうです。おっしゃる通りです。研修したものに対して送るので、これ研修したのみたいなコミュニケーションしなくていいみたいな。はい、そうです。そして最後が送付をワンクリックで一発でできるようにしてるっていうところと、あとは記帳もしなくていいように、請求書を送ったタイミングでフリーに連携されるので、もうここもシームレスにできているっていうところが、貴重な体験を経理の方はしていただけてるかなというふうに思っております。いや、なんか、そうなんですか。ニヤニヤが止まってなかったので。いや、そろそろさ、もうティーチングばっかりで飽きてきたなと思って、どっかないかなと思って、貴重来たーと思ったのに。最後ですね、請求書を送るっていうところまで終わると、お客様の請求入金のサイクルで翌月末とかに入金されてきますけど、そこの部分っていうのをプリの方で消し込みを行うことによって消し込み業務が楽になるっていうところですね。あとは、その入金された情報っていうのをセールスソース側に返してるので、最終的に例えば営業催促してよとか営業さんとかが入金あったんだっけっていう、でも会計システム見れないどうしようみたいな問題っていうのはセールスソースを見ればわかるっていうところで、入金の管理っていうところを簡単にしており。それはフリーフォーセールスソースを使ってるんですか？いえ、カスタムで作っております。自社で作ったんですか？自社で作りました。なんでですか？フリーフォーセールスソース高いですし、やっぱできないことが出てくるっていうところがあるので、もうそれだったら一発で作っちゃおうよっていうところで作りました。そのフリーフォーセールスフォースとは遜色ないような機能をちゃんと作れてるみたいな。作れてると私は自負しております。はい、最後です。で、これができたことによって何ができたかっていうのもお話しした通りですね。メールでポチッと押して請求書を送っただけで仕分けが自動的に登録されている。普段だったら請求書をうわって入れて、ペッてやって、印鑑バン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 って押して郵送。その後に、ってなりながら記帳をしていくっていうところをなくして、ポチッと押したら、ピューン、パーンみたいな世界っていうのが実現できております。そして最後やっぱりフリー会計のいいところですよね。入金消し込みっていうところが口座と連携されてできるっていうところで、シームレスに簡単にできますし、その結果っていうのがやっぱセールスとかに返ってくることによって、本当に入金されたんだっけっていうところのセールスの部分の確認とバックオフィスの部分の確認っていうところもしっかりとやり取りがなくなって、セールスソース見ればわかるよねっていうところの状況が作れてるっていうのが我々の最後入金のところの機能になります。はい。ということで、振り返りをしましょう。浅沼くん。先生は今日何を話しましたか？見積もりから見積書の発行、それからその帳票のボックス連携、あとはそこから請求書送付と入金までの4段階ですね。2個しか聞こえなかったけども。多分ドキュサインの連携の話とドキュサインから帰ってきた後のセールスソースの契約管理が楽になるよっていうのと、4つ目が入金の消し込みしたデータがセールスソースに返ってくるので営業と経理が喧嘩しなくていいよっていう話を先生はしたんだと思います。100点です。さすがです。追試です、あなたは。はい、ということで4つですね。見積もりの作成から承認までをスムーズにできるようになりましたっていうところ。そして、承認された後には、しっかりとお客様との契約手続きをボックスとドキュサインを使って、これもスムーズにできるようになりました。そして最後納品のタイミングでは請求書をしっかりと発行して、メール送付であったりとか、仕分けの登録とか入金予定の管理っていうのが効率的になりました。最後入金いただいた時には簡単に消し込みができて、入金は債権の管理っていうところがしっかりできるようになりましたっていうところの今日は4つをお話しさせていただきました。ということで、これを実現するだけで、これ我々の一部の環境でしかないので、これをいろんなところで実現していくことによって皆さんの業務が効率化されたりですとか、あとはしなくていいことをがなくなったことによって新しいことができたりとか、時間を生むこともできると思うので、もしいいなって思っていただいた方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもねということで、細かい内容はホワイトペーパーにも書いてありますので、ぜひダウンロードしていただけると幸いでございます。今日の授業はここまでになります。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また次週お会いしましょう。じゃあねー。